こんにちは、木下ゆうかのゆるちゃんです。今日はですね、私のふるさと北九州市さんから美味しい贈り物をいただいています。じゃん、こちらぬか炊きと言います。こういうのの中に入っとんですよ。可愛いですよね。で、北九州といえばぬか炊きっていうほど有名な郷土料理なんですよ。でも実はね、私あんまぬか炊きってね知らなかったです。若い頃しか北九州におらんかったけ、あんまりこういう郷土料理を郷土料理っていう意識して食べてなかったのかもしれないですね。で、ご飯にもね、お酒のおつまみにも合うみたいです。でも確かにご飯めっちゃ食べたくなる感じですね。いただきます。サバとイワシですね。ぬか炊きって言ってぬかで炊いとるってことですかね。味噌煮とかはね、よく食べますけどね。はい、こんな感じです。お魚がすごく柔らかくなっとってコクがあってめっちゃ美味しいです。味が濃いからご飯のお供とかお酒のおつまみによく合いそうです。じゃん、これは天ぷらです。北九州ではさつま揚げを天ぷらって言うんですよ。食べやすい形してますね。お魚の旨味がぎゅっと詰まっとって香ばしくってとっても美味しいです。これはカナッペです。これも私ね食べたことないんですよ。かまぼこ屋さんの人気のお惣菜らしいです。魚のすり身をパンで巻いて揚げたものなんですって。断面はこんな感じになってます。お魚のハンバーグみたいです。なんかお肉入ったんじゃないかなっていうぐらいジューシーですね。で、周りをパンで揚げとるところがめっちゃ美味しいです。もうこういうこってりしたやつ大好きですね。ごちそうさまでした。じゃん、お手紙と DVD が一緒に入っています。木下ゆうか様、北九州のお土産はいかがですか？木下さんは北九州市のどこが好きですか？北九州市は木下さんを応援しています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。いや、もう地元からこういうこと言われると本当嬉しいですね。ちょっともう頑張っててよかったなと思います。では DVD を見てみます。北九州ライフのすすめ編だ。町はすごい海が近くて山も近くて自然もあるんですけど、小倉に行ったらちょっと東京に似てるところもあって、私下町の方に住んでたんですけど、ちょっとそのごちゃごちゃした感じがすごい似てるなと思いました。今までのですね、いろいろな議論を踏まえてですね、今後北九州どうあるべきかみたいなことをですね、お二人に話し切れれば。壮大な。まず松田さんから。はい、まずですね、町の強みをもう一回考えてみようということですね。それはですね、私企業城下町というのはキーワードになると思うんです。そのものづくりの、その企業がたくさんあるということですね。で、移住する方はですね、例えばかつてそこで赴任した、あるいは支店長や支社長をやったという方々がお世話になって北九州市にもう一度戻ってくる転勤族の恩返し型移住。もう一つですね、ぜひこういうことをやってもらいたいというのはストーリー性。木綿のハンカチーフという歌がありまして、それはその東へと向かう列車でですね、故郷から都会に行ってしまった男がいて、戻ってこれなくなるという悲しい歌なんですけども、その彼らが数十年後逆木綿のハンカチーフとして西へ戻ってくるんだと。そこでですね、そこで別れた彼女と再会するですとか、あるいは何か旧友と会うですとか、ちょっとしたストーリー性とかワクワク感がないと人は動かないというふうに思いますね。僕プロモーションで今一番ヒットしてるのってまず人のプロモーションだと思うんですよね。街はこんなに住みやすいですよとかっていうんじゃなくて、そこに住んでる人がどういう暮らしをエンジョイしてるかっていう姿をそのまま映し出してあげるっていうところのプロモーションがやっぱすごく受けてるなっていうのがあるので、まずその北九州市に暮らしてみてどういうふうな生活ができているのかっていうのをぜひリアルに見せていただきたいっていうのはありますと。大事。あともう一つはですね、福岡を目指さないっていうことですかね。やっぱりこう東京から見ると九州の代表格は福岡で、住みたい街もなんとなく福岡がいいなって思うから、そっちを追いかけたくなるっていうのがあるんですけど、実は首都圏の住みたい街ランキングでも今代官山よりも赤羽とか北千住の方が住みたい街ランキング上なんですよね。
つまり今まで憧れだった街が人気の街になってたわけですけど、これからは等身大の街が人気の街になっていくだろうという一つの兆候が見えてると。だから北九州はやっぱり本当に住みやすいんだよっていうことを地に足をつけた形でアピールしていく、それだけの基盤が揃ってます。先ほどからいろいろお話が出てたような、本当に子育てするにしてもシニアの方がお仕事しながらするにしてもいろんな基盤が揃ってるわけですよ。そこを使ってどういう暮らしができるかっていうことをぜひアピールしていただきたいなというふうに思います。もともと北九州が持ってるイメージと実際に住んでみたらそこに大きなギャップがあって、そのギャップがすごく面白いとか意外だったみたいなことをちゃんと出していただけると、すごくその人たちには届くんじゃないかなと思いますね。この生涯活躍の街っていうのは、僕はその地域づくりそのものだと思うんですね。移住者だけじゃなくて今の市民も一緒に我が町をどうしていくかという地域づくりそのものだということで、いかにそうやって市民を巻き込むかが大事になってくるというふうに思いますね。私も大好きな町の一つなので、ぜひ頑張ってください。何度も来ていただけるように頑張ります。食べ物が美味しいところ、それから物価が安いところ、交通のアクセスがとても便利なところですね。ヒューマンスケールのとても住みやすい街です。都会だけど海もあるし山もあるし、とてもバランスが取れてていいと思います。魚が美味しい、それとですね、山がある、この2点がやっぱりすごくいいところだと思います。私は門司港が大好きです。いろんなものがすごくちょうどいいぐらいの距離に何でもあって、すごく住みやすい街ですね。北九州は人が熱い。私のね、北九州の好きなところはやっぱり美味しいものが多いところですね。あと本当住みやすいところが好きでした。で、山と海もあるところがいいですね。私今住んでるところがね、海が遠くてね、海大好きだけ気軽に海見に行けないのが寂しいですね。あとね、本当駐車場代とか家賃が安いから車を持ちやすいからいろんなところに行きやすいですね。地元の友達、ほんと北九州にずっと住み続けとる人が多いんですよ。で、電話とかしとったらみんな「できらんじゃねー」って、出ていかないんだよねって言ってますよく。だからそれだけ北九州は住みやすいんでしょうね。なんかね、美味しいもの食べて VTR とか見とるとほんと北九州に帰りたくなりました。もう今すぐ新幹線に乗って帰りたいです。で、北九州のことなら定住移住の情報サイト北九州ライフを検索してみてください。バイバーイ。